はいどうも。ということで前回は房総半島、日本でたった一つ雨水だけで稲作を行っている大山千枚田、田んぼを作るために人工的に掘られた絶景、亀岩洞窟、ちょっと季節外れの養老の滝、千葉が世界進出したチバニアンでした。そして今回は千葉第3弾、勝浦から銚子まで一気に北上しようと思ったんだけど、視聴者さんから立山に防空壕があるとメッセージをいただきました。調べてみると僕の超ドストライクの観光地だったので、急遽南下を決意。そして防空壕の後は帰り道に見つけた明治時代に作られた廃墟の学校、その近くにあった酪農の里、勝浦にある鵜原理想郷というハイキングコースの映像です。立山まで行きましょう。ちょっと遠いけど。すげえ、鴨市入園待ちだよこれ。すごっ。海が宝石のように輝いているよ。普通に海めっちゃ綺麗だね。綺麗だね。透き通ってる。言葉が出てこない。ちっちゃい港町だ。小港。なんか全然人いないけどやってないのかな、もしかして。まあ行ってみましょう。時は明治時代、第一次世界大戦を終えてイケイケの日本。当時日本軍は横須賀に大規模な空軍基地を持っていました。それで機能を分散して基地を増やしたいっていう方針のもと、1930年に立山海軍航空隊を設置しました。こう見ると横須賀とちょうど対岸にあるんで、東京湾の防備にはもってこいの場所だと思いますね。はい、じゃあ立山アップします。で、当時はここに立山海軍航空隊があって、赤山防空壕は本当にその目と鼻の先のところにあります。ちなみに現在は海上自衛隊の立山基地として使われています。赤山防空壕は太平洋戦争の末期にアメリカの本土空襲が激化する中で、立山海軍航空隊の隊員を守るための防空壕として作られました。それで赤山防空壕の特徴としては、まず全長が 1.6 キロ。これ普通の防空壕に比べるとめちゃめちゃ長いんですよ。普通の防空壕ってなんだっていう話なんですけど、それは置いといて、あと建設時期がいつなのかっていうのが資料がなくて不明な状態なんですね。で、一説では1944年ぐらいから始まって作ってる途中に終戦を迎えたっていう証言もあります。それで防空壕の中には被弾した兵士の応急処置室とか自立発電施設とか通信室があったっていう証言があります。で、戦後は防空壕の中って一年中気温が一定らしいので、キノコ栽培でずーっと使われてたらしいです。なんと平和的な防空壕の使い方。赤山防空壕はこんな感じです。それでは行ってみましょう。はい、赤山地下壕にやってきました。立山までこれを見るためにやってきたんで、ちょっと行きましょうか。うわ、すげえ、めっちゃすごくない？バイオハザードじゃないですか、こんなもん。うわあ、初めて来た防空壕。要は太平洋戦争の時に米軍の爆撃から大日本帝国軍の人たちを守るために掘られた防空壕です。変電所電気院の設置場所。空襲で爆弾の振動があると天井の土がサラサラと落ちていたそうですって、映画とかでもよくあるやつだ。おー、結構広いね。広い。迷子になりそう。うわあ、あっちまだめちゃくちゃ奥まであんじゃん。これすごいね。よく掘ったな、こんなの。いた。頭ぶつける。引きはするけど怖いね、ちょっとね。昔任天堂64のね007ゴールデンアイっていうゲームがあったんだけど、それのステージにちょっと似てるわ。実際にここ、そっか、さっき爆撃受けた時にさ、土が落ちてたってことは実際に爆撃受けたことはあるってことだもんね。ってことはここにも戦死者がいたかもしれないってことだよね。めちゃめちゃ頭ぶつけるな。この辺りには病院施設があったという証言があります。
被弾した兵士が治療を受けてた場所ってことは、これ死んじゃった人もいるってことだよね。温度が年中一定していることからキノコ栽培に使われていましただって。怖い扉。なんかちょっと部屋みたいなんかあるよ。なんか血痕みたいに見えるんだけど、血痕がこんな時代まで残ってるわけないか。いやー面白かった。ものすごいいい価値のある場所だと思いました。港町いいね、この雰囲気。立山の港綺麗だね。綺麗。立山の海綺麗。むちゃくちゃちっちゃい三越がありますよ、駅前に。次の目的地は廃校です。廃墟廃校。さあ来い。あ、これだ。あったあったあった、これだ。いや、なんかクモの巣がすごいのがあるよ。わあ、これぶつかりそう。はい、ソロ尋常小学校にやってまいりました。あれ尋常でいいんだよね、読み方ね。こちらは明治時代に、建てられた小学校の校舎の跡地というところです。わ、すごいよ、まいちゃん。すごっ。めっちゃ味がある。校舎のままだね。ちょっと今鳥肌立った。これすごいな。小学校の跡地です。もうでも結構ボロボロっちゃボロボロですけども、形はちゃんと残ってますね。すごくない？すごいね。これ鳥肌立つな。すごいな。ちょっとね、建物の中には多分危ないから入んない方がいいと思うんですけど。うわー、昔のまんまなのかなこれ。でもそうだね。でも明治時代からあってこんなに残ってるもんなんだな。椅子とかもあるよ。古いけど分かんない。明治時代って言われたら本当なのかなと思うけど、天井とかもさすごいよ。こっちが校舎の入り口か。すげえな。全然その心霊、まいちゃん、綾鷹があるよ。そう、綾鷹があるから多分誰か管理してる人がいるんだろうね。これさ、表彰状があるんだよ。でもこの表彰状、平成5年に書いてあるんだよね。平成5年の表彰状があるってどういうことだろうね。使われてたってことないよね、平成5年までここは。ないと思う。こっちは草がすごいね。あ、下駄箱があるよ。よいしょ。はあ。あ、黒板もある。うわ、まじ蜂の巣だ。結構でかい蜂の巣ある。これは危ない。外しちゃうと刺される、マジで。よいしょ。ここすごいね。でもすごいね。いやー、すごいなこれ。すごいな。面白いね。明治時代に建てられた小学校ということだったんですけど、廃墟ということで、その心霊スポット的な雰囲気もあるんですけど、不思議となんか怖さは全く感じないっていう、すごいですね。こういったものが、まだ現在の日本に残されてるっていうことが、びっくりです。いやー、なかなかすごいところですね。そこに周りには行っちゃいけないえ？感じがオーラがして。
あの周りってのは小学校の周りってこと？こっち。これですね。うわー、牛乳飲みたい。美味しい牛乳。はい、千葉県酪農の里にやってきました。何やらこの千葉県っていうのは日本の酪農の発祥の地らしいです。入園料は無料でございます。続いて酪農の里なんですけど、これは展示品と説明のパネルが並んでるようなところだったんですけど、ちょっと内容がすごい面白かったんで、ここですごい簡単に説明だけさせていただきます。一言で言うと、日本の酪農は千葉が発祥っていうようなお話です。まず時は戦国時代、房総半島っていうのは里見氏っていう戦国武将が牛耳ってました。その時に里見氏は今の鴨川南房総のあたりの峰岡牧っていうところで軍馬を育ててました。でその後天下大安の江戸時代になってから8代将軍吉宗がインドから白牛を3頭輸入しました。そんで吉宗がよしこの白牛峰岡牧で育成するっていう方針を出しました。でその白牛から白牛酪っていう今でいうところのバターみたいな練乳みたいななんか乳製品っぽいものを作ってたらしいです。最初は白牛酪っていうのは将軍とか貴族とかちょっと身分が上の人しか手に入らないようなものだったらしいんですけど、峰岡牧でまあ牛がよく育つっていうことで牛の数が増えて白牛酪っていうのが庶民でも手に入るようになったんですね。という感じで房総半島で酪農がスタートします。で明治に入ると房総半島で乳業会社がめちゃめちゃいっぱいできては合併しては潰れてはっていうのが繰り返されました。その時に房総練乳株式会社と愛国練乳合資会社っていう2つの大きい組織ができるんですけど、それが現在の明治と森永の源流。今みんなが美味しい牛乳だとかチョコレートが食べれるのは千葉のおかげってことですね。それで大正に入ると北海道で酪農振興計画が立ち上がります。その時に房総半島から大量の牛が北海道に送られました。当時の人はそれを牛の嫁入りなんていう風に言ってたそうです。そこから北海道の酪農が急成長して現在北海道は日本を代表する酪農王国となりました。今では北海道は日本全体の約半分の生乳、年間400万トンの生乳を生産しています。それに対して千葉は年間20万トンに落ちちゃいました。頑張れ千葉というような展示内容でした。なるほど、確かに日本の酪農の走りは千葉ってことですね。普通に触っていいのあんた？あ、普通に触れるよ。これ気持ちいいのかな、猫と同じで首の下とか。はいはい。突進する、突進してくる、かわいい。はい、ということで勝浦にある鵜原理想郷というところに来ました。何やらこの上に展望台があるらしいです。なんかライトアップされたトンネルだよ、いきなり。あ、なんか水落ちてくるね。理想郷ハイキングコース展望台、これまたよいしょ、雨水だと思うよ。昨日雨だったから。すげえな、なんか防空壕じゃん。デジャブだよ。デジャブだね。ハイキングコースなんだもんね、これが。ただのハイキングコースじゃないよ、ここは。ヘビとかいるかな、もしかしたら。なんかね、15分ぐらいで展望台って書いてあったんだけど、展望台っぽいのあったよ。200メートル。多分この先に絶景があるはず。どうしてもね、この日本でこういう絶景っていうのを数多くこなしていくと似たような景色のもんがね重なっちゃうからね、飽きちゃわないようにね、これ前見たよってなっちゃうからさ。なんだろう、すごい石がある。パムッカレみたい。おお、開けてきた。あ、すごいすごい綺麗だよ。よいしょ。ちょっと風強いけど。あー、サントリー2島みたいだな。風がすごいから波がすごいの。理想郷は太平洋の荒波に浸食された海岸線が続くリアス式海岸ってことですね。はい、2個目。思った以上にさ、がっつりハイキングだね。
あ、めっちゃ綺麗。リアス式海岸だ。綺麗。風がすごいけど、以上にいいところです。はい、ということで、千葉県第3弾をお伝えいたしました。まずは赤山地下壕。まだ日本は戦争が終わって76年しか経ってないので、まだ日本の至るところにああいう戦争の遺産が残っててですね。まあ余談なんですけど、僕、おじいちゃんが日中戦争に行ってまして、おじいちゃんが死んだ時に、棺桶に軍隊手帳を入れてくれっていう風な、遺言があって、それ実際に棺桶に入れたんですけど、僕全部コピー取ってて、で、終戦記念日にいつもおじいちゃんの軍隊手帳を読むっていうのが年間行事になってましてですね。なので、その辺のその戦争に関してはすごい興味深い分野なので、これからもちょっといろんな日本全国でそういう戦争遺産的なところは回っていきたいというふうに思っております。で、次がソロ尋常小学校跡地。あれ、明治時代に建てられて、で、それがそのまま残ってるっていうようなことだったんですけど、明治の建物にしては、割と木材とかが腐ってなかったりとか、あと平成5年の、表彰状が飾ってあったりとか、ちょっと不思議な点も多かったんですけど、建物自体はかなり古くてですね、明治っぽさは感じました。で、次が酪農の里。あれたまたま道走ってて看板見つけてちょっと立ち寄ったところなんですけど、まあ小学校の時に行ったら絶対に早く帰りたいなっていう風に思っちゃうようなところだとは思うんですけど、改めてこの年になってちょっと真剣に展示物とか見てみるとかなり興味深い内容だったんで、入場料もタダですし、ヤギとも遊べますし、まあ時間があったら行ってみてもいいかなっていうような感じのところです。あとは、鵜原理想郷。台風の次の日でめちゃくちゃ強風だったんですけど、景色がかなり良くて、あそこは風のない日、晴れた日だったら散歩コースとしては本当最高だと思います。上の方行くと本当にわーっと平原が広がってて、美しい太平洋の海が見渡せるようなところです。という感じで、次回も千葉でございます。で、千葉の後なんですけど、暫定ではあるんですけど、紅葉のシーズンに合わせて一気に京都に行こうかなっていうふうに思ってます。で、京都見た後は、またちょっと飛ぶんですけど、12月あたりに四国回ろうかなっていうふうに今考えております。ということで、引き続き日本一周、楽しんでいきたいと思います。今回もご視聴どうもありがとうございました。では、お疲れ様でした。もしよろしければ、これからも日本や世界のいろんな情報をお伝えしていきたいと思いますので、チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。ほんと、めちゃめちゃ嬉しいです。また動画は少しリアルタイムとずれますが、Twitter、Instagram はできるだけリアルタイムの情報をお伝えしていきたいと思いますので、よろしかったら見ていただけるとこれまた嬉しいです。あと、ぜひ皆様の地元のおすすめスポットの情報を教えていただけると大変ありがたいです。よろしくお願いいたします。